何かあったらお前を助けるみたいな。大体のことは別に変えられると思うんで。いや、変えられないよっていう人は本気で別にやってないだけですよ。みんな言うんですよ、とんでもないやつって。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容を話しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、お願いします。本日も。今日はちょっとこれ個人的にもすごく気になってる内容のテーマでちょっとお話をお伺いしたいんですけど、会社が守りたいと思う社員の共通点、会社がこの人は守ってあげたいなって思う社員の共通点を、ちょっとモン社長がこれまでの経験の中でとか、こういう人に出会ったよとか、こいつだけはちょっと絶対守っていきたいなと思えるような社員さんってどういう人物像なのかなっていうのをちょっと今日は紐解いていきたいなと思ってるんですが、ちょっとその辺を一つ一つ教えていただいてもいいですか？僕的に言うと、だから守るっていう表現もちょっとあんまり好きじゃないんですけど、はい。なんか守るっていうことは、要は攻撃された時に守るじゃないですか、そういう意味というよりかは、何か困ったことがもしあって自分が力になれるんであれば全力で助けますっていう感覚なんですよ。なるほど。だから守ってあげたいというよりかは、何かあったらお前を助けるみたいな。基本的には自立してほしいんで、何か困って本当に自分の手に負えなくなったら助ける。だけど別に守るという感覚はないですね。確かに。っていう前置きがありますけど、でももうそんな限られてます。人間性ですよ。人間性。で人間性をもうちょっとブレイクダウンして言うと、誠実さですよね。誠実な人。誠実な人。で、そこに内包されるかもしれないですけど、やっぱりこう、責任感があったりとか、あとやっぱ続けてる人ですよね。継続できる人。だからやっぱり人間性がいいっていうことは、代表的に言って誠実な人だと。で、誠実に内包されるけど、責任がある人とか、責任を果たしてきた人とかですね。で、結果それを継続してきた人、本当に人間がいいと思うし、誠実だと思うんで、何かあったら絶対助けようと思いますよね。誠実な人とか、その人間力が高い人とかって、なんか共通してる行動パターンみたいなのってあったりしますか？行動パターンなんか僕思うんですけど、誠実さって、別に言葉は持たないんですよ。それは言葉にならないものでもあると思ってて。なるほど。誠実さっていうのはやっぱりこう、その人の瞳とか物腰の中に読み取ることができるし、それは長年見てきた中での結果論だから、こういう人は誠実だよねとかっていうのはちょっと僕に当てはまるんですよね。そんな一瞬で誠実を判断できない。そうか。誠実さ。言葉にも表しにくいものって身についていくものなんですかね。身につけられるものなんですかね。誠実さが大事だってこう気づいた時に頑張れば身につけられるんじゃないですか。先天性のものと後天性のものありますけど、確かにあるんですけど、でもほとんどが後天性でいけて、本気で自分が思って本気でそういう思考になって本気で行動していけば、大体のことは別に変えられると思うんで。いや、変えられないよっていう人は本気で別にやってないだけですよね。なるほど。ちょっと言うと、僕らそのApple Values ってその価値観の中で誠実さっていうことをこう言ってるわけですけど、要は本気で仕事に向き合い、偽りや飾りのない心を持って、真剣にお客様や仲間と向き合うことだと。そのためにやっぱ尽くそうという純粋な気持ちを持っていることみたいに定めてるわけですよね。で、これなんかこう分かりやすいのでいくと、逆が分かりやすいんじゃないですかねと思って、いつもじゃあ誠実さってこういうことだよねって言った時に、みんなそれってどういうことなんだろうなるわけですよ。逆説的に考えてみるんですね。じゃあ誠実じゃない不誠実ってどういうことだと考えると、偽りや飾りばかりの心を持ち、適当にお客様と向き合うこと、そのためにうまく切り抜けるという不純な気持ちを持っていることみたいに、例えば一つ正直みたいなのがね、誠実の中で重要なわけですけど、都合の悪いことは隠し適当なコミュニケーションを図るとかね。例えば引っ越しの料金やサービス内容について適当かつ事実のない情報を提供するとか、誤解を招く回答、誤解を招くような曖昧な回答で事実でない情報を提供するとかね。作業中に見つけた問題や改善点報告せず、悪く言えば隠蔽、対応しないとか、ワードで言うと敬意とか紳士とかも出てきますけど、お客様に敬意を払わず軽薄の対応をする。サービスだとは思わず適当な挨拶や不安にさせるコミュニケーションをするとか、
お客様一人一人のニーズや要望は聞かず、自分にとって都合の良い選択をさせる。最後もっと言うとですね、約束ですよね。約束守らない。約束した時間に遅れ、しょうがないと気にせず作業を進めるとか、予定を計画せず出たとこ勝負するとか、なんなら約束したサービスを履行せず、報告や連絡の期限も守らない。とんでもないやつが頭に浮かんでで、みんな言うんですよ、とんでもないやつって。逆はすぐイメージできるじゃないですか。確かに。ということは、逆がイメージできたんだったら、もう一回戻って、これが誠実だよねっていうことを、純粋な気持ちでやり続ける人たち。それは誠実と呼んでいいんじゃないですかねと。純粋な気持ちでやり続けるってことは、時間も多少必要なわけですよ。調子いい時だけやって、調子悪い時は自分の都合を最優先でやって、みたいなのだと誠実じゃないですか。自分の状態がいかなる時であっても、まずはやっぱりお客様がいたらお客様に対しては誠実にずっとやり続けているかどうかとか、仲間に対しても、調子いい時は調子いいけど、調子悪い時にこういう不誠実な対応してないですかと。これは相手のことが嫌いとか好きとか、自分の感情論関係なく、相手に対してどんなに嫌いでも嘘がつかないとか、約束したら守るとか、なんかそういうことをやり続けてるかどうかみたいな話じゃなきゃなんですよ。なるほど。大前提で言っておきますけど、僕、本当に引っ越しずっと14の時からやってきて、いろんなお客様も見たし、経営者としてもいろんな従業員も見てやってますけど、世の中やっぱそんな悪い人いないんですよ。世の中いい人ばっかりですよ、基本は。根本はみんないい人なんですよ。善の心だと思ってますよね。でもその人たちがやっぱたまに人を選んで対応を変えてるとか、変わっちゃってるとか、もしくはその時の状況によっていい人だったものが悪い悪魔のささやきで悪いことをしてしまうとか、そういう風な話だけで、前提はやっぱり基本みんないい人多いですよ。逆に僕も引っ越しの仕事をやって思ったのは、一つ思ったことを言うと、世の中いい人多いなと思いました。あ、そうですか。でも、そうですね、なんでじゃあそう思わないかってなると、そういう対応をこっち側がしてる可能性もありますよね。お客様に本当にこう引っ越し毎回10代の頃現場行くときに、しっかりとやっぱ喜んでもらおうと思ってやってるから、向こうもやっぱそういう対応をしてくれるんだと思うんですよ。それも僕が言った通り、やっぱいい人だと思うんですよね。こっちがすごい一生懸命喜んでもらおうと思ってやってるのに、すごい塩対応とかされるみたいな人はほとんどいないですよ。でもしかしたらこっちが塩対応っぽくなっちゃってるから、向こうもそういう対応になって、お客さんもおかしい人もいいよねとかっていう人がいるんだと思うんですよ。なるほど。自分本位で考えてる人ほどそういう考えに至りやすいんですかね。自分に得がある人には誠実さを装うし、でも自分に得がない人にはもう全然関係ないから別に不誠実にいくし、みたいなのをやっぱり結構自然に使い分けちゃってる人も多くて。いやでもそうだよな。なんかやっぱどうしてもこう損得感情で見てしまいがちな部分もやっぱあると思うんですよね。それは別に多少あるかもしれないんですけど、嫌いだからって嫌いな人に対して、でも約束したんだったら守れよと思うんですよ。結構みんな誰がやるかをすごい重要視したりするんですよ。こいつは嫌いだから別に約束守るのいいよとか、だったら約束すんなよ。こいつは嫌いだから別に嘘ついてもいいやとか、そこじゃない。そういう人はやっぱりさっき言った通り、自分にとってプラスだと思う人にはすごいヘコヘコするし、自分の嫌いな人に対してはめちゃめちゃ塩対応なんですよ。それはその人の選択だから別に僕がどうのこうの言うことじゃないけど、そういうのは誠実ではないんですよ。なるほど、そうですね。塩対応するぐらいなら付き合わない方がいいし、誰かよりも先に約束とか、正直とか、真摯とか、一定の敬意を持つとか、誰よりも優先されるべきことだと思うんですよ。いや、本当そうだと思います。だから損得の得か、道徳の得かみたいな話で、大体そういう人は損得の得で動いてるから、誠実な人っていうのはそれよりも道徳の得で動いてるみたいな、そういう人はやっぱ大事にしたいですよ。そうですね。理解できました。そういう積み重ねで、この人は誠実な人だから、なんかあったら助けたいとか、力になりたいとか思うだけで、誰だから、私が大好きな有名人の何々さんだから絶対に応援するとかじゃないんですよ。ありがとうございます。会社が守りたいと思う社員の共通点として、やっぱり誠実な人であると。人間性高い人
こういった人を何かあったら必ず助けるというふうに思っています。ありがとうございます。皆さんからいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いいたします。